1638年、スペイン王フェリペ4世の王女としてマドリードに生まれたマリー・テレーズ・ド・オトリッシュは、ヨーロッパにおけるハプスブルク家とブルボン家の対立を和らげる平和の象徴として生を受けた。彼女がルイ14世と結婚した1660年のサンジャン・ド・リュズでの婚礼は、ピレネー条約を体現する政治的儀礼であり、両国の戦争を終わらせた外交婚の典型だった。ベルサイユ体制の確立以前、王妃マリー・テレーズは宗教的信仰と従順を重んじる姿勢で、宮廷に静かな秩序をもたらした。政治的発言を避けながらも、彼女の存在は太陽王の絶対王政を正当化する宗教的支柱となった。だが、早すぎる死とともにその均衡は崩れ、フランス・スペイン関係は再び緊張の時代へと向かっていく。本校では、彼女の生涯と沈黙の意味、そして死後に残された外交秩序の転換を検証する。今後も人物史を通して歴史の真相に迫ってまいります。よろしければチャンネル登録やコメントでご一緒ください。第1章、王妃の誕生とベルサイユ前夜。マリー・テレーズ・ド・オトリッシュが生まれた1638年は、ヨーロッパが30年戦争の余波に揺れていた時期であった。彼女の父フェリペ4世は、神聖ローマ帝国を支えるハプスブルク家の中でも最も強大な君主であり、スペインの王権は形式上なおもヨーロッパの中心にあった。しかし、戦争による財政難と地方の反乱が相次ぎ、帝国の意向は次第に衰えていた。マリー・テレーズはそのような時代に生まれ、幼少期から王女としての厳格な宗教教育と政治的節度を身につけた。母イサベル・デ・ボルボンの死後、彼女はマドリード宮廷の礼儀作法を受け継ぐ存在として育てられ、カトリック信仰への忠誠と沈黙を美徳とする価値観を深く刻み込まれていた。一方、フランス王国では、ルイ13世の死を受けて幼いルイ14世が即位し、摂政アンヌ・ド・オトリッシュ、マリー・テレーズの叔母が政治の舵を取っていた。両国は長く戦争状態にあり、ブルボン家とハプスブルク家の対立はヨーロッパ外交の軸そのものであった。しかし、17世紀半ばに至ると、戦争の長期化と財政難が両国を和平交渉へと向かわせた。その結果結ばれたのが1659年のピレネー条約であり、その条文の中にスペイン王女マリー・テレーズとフランス王ルイ14世の結婚による恒久的平和の保障が盛り込まれた。この婚姻は政治的同盟であると同時に、両王家の長年の対立に終止符を打つ象徴的儀礼として設計された。1660年、両王は国境の町サンジャン・ド・リュズで会い、盛大な結婚式が挙行された。マリー・テレーズは当時21歳、ルイ14世は22歳。資料によれば、婚礼の準備は外交儀礼の枠を尽くし、数千人の随員と聖職者が参加する国家的祭典となった。彼女は結婚に際し、スペイン王位継承権を放棄し、フランスへの持参金として莫大な金額が約束されたが、実際に支払われることはなかった。これが後の仏日関係に深刻な影を落とすことになる。すなわち、婚姻は平和の象徴であると同時に、潜在的な外交摩擦の種でもあった。パリへ入ったマリー・テレーズは、ルーブル宮から新宮殿ベルサイユへの移行期にあたる宮廷で、王妃としての生活を始めた。彼女はスペイン式の厳格な礼節を保ちつつ、フランス宮廷の華やかさに適応しようと努めたが、言語、習慣、宗教実践の違いが障壁となった。王妃の役割は表向きには国家の母としての地位を意味したが、実際にはルイ14世の絶対王政が拡張する中で政治的影響を行使する余地はほとんどなかった。それでも、マリー・テレーズの静かな存在は宮廷に秩序と均衡をもたらし、ルイ14世の華やかな権力演出を精神的に支える役割を果たしたと見られている。1661年にマザラン枢機卿が死去し、ルイ14世が申請を開始すると、王妃は象徴的存在としての位置に固定された。彼女の沈黙と従順は、国王の統治理念において重要な秩序と信仰の体現として機能した。政治的発言は一切記録に残されていないが、礼拝や宗教儀式への参加頻度の多さ、慈善事業への支援などが確認され、王妃が宗教的安定を通じて国王の権威を補強していたことがうかがえる。ベルサイユ体制の精神的基礎には、この沈黙の王妃の存在があったと見られている。第2章、沈黙の王妃、宗教と従順の政治的機能。ルイ14世の申請が始まると、
マリー・テレーズ・ドートリッシュは名実ともに太陽王の王妃となった。しかし彼女の役割は決して政治的なものではなかった。ルイ14世は宮廷運営から外交まで自らの統制下に置き、王妃に対しては公的儀礼の場以外での政治的発言を禁じる姿勢を取ったとされている。だがこの沈黙こそが制度上の重要な意味を持っていた。マリー・テレーズは絶対王政の中で王権を神聖化する宗教的象徴として機能し、彼女の信仰と節度は王の権威を裏付ける装置となった。彼女の存在は宮廷における徳と服従のモデルとして利用されたのである。資料によると、マリー・テレーズは毎日複数回の礼拝を行い、貴族女性や侍女たちに祈祷を奨励した。その信仰実践は個人的な経験心を超え、王室の公的儀礼の一部に組み込まれていた。ルイ14世が国家を神の秩序として演出する際、王妃の宗教的行動がその理念を体現していた。政治に介入しないこと自体が制度を支える宗教的倫理的表現となっていたのである。彼女の沈黙は無力ではなく、むしろ統治のための沈黙であったと考えられる。ただしこの役割は個人としての自由をほとんど奪うものであった。ルイ14世は王妃を尊重してはいたが、同時に数多くの愛称を持ち、宮廷の実際の中心はポンパドゥール夫人らの先駆けとなる女性たちが占めていた。マリー・テレーズはその状況に対して公に不満を示した記録はなく、むしろ沈黙を通して自らの地位を維持した。彼女の宗教的生活は夫の過敏な政治演出とは対照的に、内面的秩序を守ることで宮廷のバランスをとっていたと解釈されている。ベルサイユ体制が形成される過程で、マリー・テレーズの存在は公の場における静かな秩序として不可欠だった。王が絶対権力を誇示する一方で、王妃は服従の徳を象徴することで制度を安定化させた。彼女が人前に立つ時の所作、発言の少なさ、視線や沈黙さえもが礼節の一部として記録されている。王妃の身振りが宮廷文化の規範となり、やがてはベルサイユ宮廷全体の女性像を規定した。沈黙と礼儀の美徳が制度の一部になった瞬間である。1660年代後半から1670年代にかけて、王妃は6人の子を産んだが、生き残ったのは1人、王太子ルイのみであった。母としての悲しみの記録は残されていないが、その喪失は信仰への傾斜をさらに強めたとみられる。彼女はカトリック修道会への寄進を増やし、宮廷礼拝堂の設立にも関与した。宗教的熱情が強まるにつれ、彼女の存在は王権と神との媒介としてますます象徴化されていく。マリー・テレーズの信仰と沈黙は、ルイ14世が掲げた王は神の代理人という理念の正当性を補完する役割を果たした。だが、この均衡の背後には、すでに制度疲労の兆候が見え始めていた。王妃の従順を支える宗教的秩序が次第に形式化し、信仰が政治演出に取り込まれていったのである。王妃の沈黙は、やがて王権の独裁を支える美化された沈黙に変質していく。彼女の生涯後半は宗教的象徴としての役割が完成する一方で、子としての声が完全に消えていく過程でもあった。第3章、外交婚の限界、仏に士関係の緊張と王妃の孤立。1670年代に入ると、フランス・スペイン関係は再び緊張の色を帯びていった。婚姻によって保障されたはずの恒久的平和は、数十年を経ずして形骸化する。ピレネー条約で約束されたマリー・テレーズの持参金は、スペインの財政難により支払われないままとなり、ルイ14世はこのミリコを理由にスペイン領ネーデルラントへの進軍を正当化した。いわゆる遺産権請求戦争である。フランス王が自らの妻の権利を根拠に戦争を起こすという皮肉な展開は、外交婚の限界を象徴していた。王妃マリー・テレーズは、政治的決定には関与しなかったが、その出自が再び国家対立の理由として利用されたのである。この時期の王妃は、表向き穏やかな日常を保ちながらも、宮廷内では微妙な孤立を深めていた。フランス国内では反スペイン感情が再燃し、王妃の身近な次女や信頼できる聖職者の多くが宮廷を離れていた。資料には、王妃が晩餐会や舞踏会への出席を徐々に減らし、宗教生活に専念していったことが記録されている。彼女の信仰は政治的逃避ではなく、秩序を守る最後の手段だったと見られている。フランス宮廷でスペイン王女としての出自が再び問題視される中、沈黙こそが彼女の自衛であった。
一方、ルイ14世は外政と建設に精力を注ぎ、ベルサイユを世界の中心とする政治劇場を完成させていく。王妃マリー・テレーズはその華やかな舞台において形式的な存在として位置づけられた。彼女が儀礼の中で担った役割は宗教的な純粋性と家庭的徳の象徴であり、王の栄光を補う静かな鏡であった。だが政治的にはもはや必要不可欠な存在ではなく、ルイ14世の心はすでにモンテスパン公爵夫人ら愛称たちへ向けられていた。王妃は公式の場以外では姿を見せることが少なくなり、ベルサイユの華やかさの中で最も静かな影となった。外交上もフランスの膨張政策はヨーロッパの均衡を崩し、スペイン、オーストリア、オランダが連合してフランスに対抗する構図が生まれる。婚姻による平和の理念は完全に失われ、マリー・テレーズの結婚は歴史的皮肉の象徴となっていった。彼女の沈黙はもはや政治的秩序を支えるものではなく、崩壊する理想の余韻に変わりつつあった。ベルサイユの儀礼における王妃の姿は、国家の秩序と個人の孤立を同時に映し出す制度の仮面として機能した。1670年代後半、王妃は持病の悪化と度重なる出産による衰弱に苦しんだ。医師団の記録によれば、彼女の健康は1670年代半ばから急速に悪化し、1683年、フォンテーヌブローで崩御する。享年44。彼女の死はベルサイユ宮廷に短い沈黙をもたらしたが、政治的な影響は限定的だった。ルイ14世は葬儀の後数ヶ月でモンテスパン夫人を退け、マントノン夫人を事実上の伴侶とする。王妃の死は太陽王の私的生活の転換点であると同時に、外交婚の理念そのものの終焉を意味した。マリー・テレーズの沈黙は彼女の死とともに制度的意味を失った。以後、フランス王受けの婚姻は外交戦略ではなく、王の個人的選択へと移行していく。彼女の人生は国家の秩序を支える沈黙の構造がいかに脆く、時代の流れに翻弄されるものであったかを示している。王妃の死後、ベルサイユ体制はより華麗に、より形式的に完成するが、その中心にはもはや彼女のような静かな均衡の担い手はいなかった。第4章、死後の余韻。失われた均衡とベルサイユの成熟。1683年7月、マリー・テレーズ・ドートリッシュがフォンテーヌブローで崩御すると、ベルサイユの宮廷はわずか数日の喪に服した後、すぐに通常の生活を再開した。ルイ14世の治世はすでに絶頂期にあり、政治も儀礼も王の意思によって動いていたため、王妃の死が体制に与えた実質的な影響はほとんどなかった。しかし、宮廷社会の内部では、王妃の死を境に空気が変化したことが指摘されている。彼女が生前に保っていた宗教的節度と形式的秩序は失われ、ベルサイユは政治的舞台から文化的展示場へと変質していく。マリー・テレーズの存在が支えていた内面的均衡は、彼女の不在によって初めてその意味をあらわにした。葬儀はサンドニ大聖堂で行われたが、王妃自身の意思により簡素に執り行われた。王は儀礼上の悲嘆を示したものの、翌月には政務を再開し、間もなくマントノン夫人を側近の地位に据える。宮廷記録において王妃の名は以後ほとんど登場しなくなり、彼女の存在は信仰不可避がゆえに時代に合わなかった王妃として整理された。だが、同時代の聖職者や外交官の書簡には、彼女の死を均衡の終わり、節制の象徴の喪失とする記述が少なくない。つまり、政治的影響力は乏しくとも、彼女の存在はベルサイユの秩序の裏面を静かに支えていたのである。死後、王妃の人物像は宗教的美徳の象徴として再構築された。フランス国内ではカトリック的王権の正当性を示すため、マリー・テレーズの信仰と従順が理想化され、彼女の肖像画や聖像が王権の象徴的装飾として利用された。ルイ14世の治世後期には、ベルサイユ宮廷が道徳的腐敗を批判される中で、王妃の名が逆説的に純粋な時代の象徴として語られるようになった。彼女の沈黙は、死後においてさえ道徳的権威として機能したのである。皮肉なことに、生前に顧みられなかった王妃の徳が、彼女の死によって国家の倫理的装置へと転化されたと言える。国外では、マリー・テレーズの死がフランスとスペインの関係を再び複雑化させた。スペイン王カルロス2世には後継がなく、フランス王受けの血を引く孫フェリペ男従、後のフェリペ5世が王位継承候補となったことが、
後のスペイン継承戦争の発端となる。すなわち王妃が生前に結んだ和平の婚姻は半世紀を経て再び戦争の原因となった。彼女の死後、外交婚という制度が持っていた平和の保障という理念は崩壊し、ヨーロッパの王室関係は再び権益と勢力圏の論理に回帰していった。文化的側面においてもマリー・テレーズの影響は静かに残った。彼女の宗教的生活と節制の美学はベルサイユの女性たちの行動規範としてしばらく受け継がれた。彼女の次女たちの一部は修道院に入り、王妃の信仰生活を記録した回想を残している。その中で彼女は声を持たぬ調和者として描かれており、これは後にフランス王妃像の一つの典型となった。政治を語らず信仰と秩序を体現する王妃像、その原型がマリー・テレーズであったとする研究も多い。こうして見ると彼女の死は個人の終焉ではなく、政治的理念としての沈黙の終焉でもあった。ルイ14世が以後の治世で見せた宗教的改宗政策や豪奢な宮廷文化は、王妃が残した性質の均衡を埋め合わせようとするかのような反動でもあった。マリー・テレーズの死後に完成したベルサイユは、光の宮殿であると同時に、彼女が象徴していた節度と内面の欠落を照らし出す巨大な鏡であった。第5章、沈黙の政治、王妃像の変遷と再評価。マリー・テレーズ・ドートリッシュの名は、18世紀を通じてほとんど忘れられていた。ベルサイユが華麗な政治舞台へと変貌を遂げる中、彼女のつつましい信仰や従順は旧世代の象徴として扱われた。しかし19世紀後半、外交史女性史の再検討が進むにつれ、マリー・テレーズ像は再び注目を集めるようになる。研究者たちは彼女を単なる無口な王妃としてではなく、絶対王政という制度の中で宗教、権力、象徴性を媒介した人物として読み直した。沈黙は無関心の結果ではなく、秩序を保つための行動であったという再解釈が生まれたのである。この再評価の背景には、王妃が果たした制度的安定装置としての機能がある。ルイ14世の宮廷において、マリー・テレーズは政治に介入しないことを通じて王権の一元化を支えた。絶対王政が成立するには、王以外の権威を沈黙させる必要があった。彼女はその沈黙の役割を自覚的に受け入れ、制度の一部として振る舞ったと考えられる。つまり、王妃の沈黙は王の権力を補強する非言語的統治の一形態だった。近年の研究では、このような沈黙を政治行動の一種とみなす視点が定着しつつある。もう一つの視点は、彼女が文化の媒介者として果たした役割である。マリー・テレーズはスペイン式礼儀をフランス宮廷に導入し、後のベルサイユの礼節文化に影響を与えた。彼女が好んだ宗教美術、色彩感覚、装飾の抑制は、ルイ14世の豪奢さと対照をなし、宮廷に精神的重層性を与えた。彼女の死後に完成するベルサイユ様式は、実はその対象の緊張によって成立している。すなわち、太陽王の光を際立たせたのは、沈黙する王妃の影であったという逆説である。また、彼女の婚姻がヨーロッパ外交に残した影響も無視できない。ピレネー条約に基づくこの婚姻は、国家間の対立を一時的に和らげたが、同時に王族の血統と国家主権を結びつける枠組みを強化した。その延長線上で発生したスペイン継承戦争は、まさにマリー・テレーズの系譜がもたらした歴史的帰結である。彼女の生涯は、平和のために結ばれた婚姻が、次の大戦の遠因となるというヨーロッパ近世外交の構造的矛盾を象徴していた。20世紀後半以降、女性史宗教史外交史が交差する分野で、マリー・テレーズは沈黙による統治の原型として再評価されている。彼女の生涯は、声を発さずに制度を支えることの政治的意味を示す事例として読まれている。王妃としての沈黙は、消極的な従順ではなく、体制を安定させる戦略的抑制であった可能性が高い。ベルサイユ体制が維持された背景には、王の力だけでなく、言葉を持たぬ支柱としての王妃の存在があった。沈黙の内にあり続けたマリー・テレーズ・ドートリッシュは、政治的言葉を持たない統治者として、制度の本質を映し出した。彼女の生涯を通じて見えてくるのは、声高な権力よりも、抑制と信仰によって秩序を保つというもう一つの支配の形である。その沈黙の政治こそ、絶対王政の表と裏をつなぐ見えざる構造だった。今回の動画は以上となります。
マリー・テレーズ・ドートリッシュの生涯は言葉ではなく沈黙によって秩序を保とうとした王妃の記録である。彼女の存在は太陽王ルイ14世の光の影に隠れながらも、その光を安定させるために不可欠な支柱だった。政治的影響力を持たず、宗教と礼節の枠内で生涯を終えた彼女の姿は、絶対王政という制度がいかに声を制御することで秩序を作ったかを示している。外交婚による平和の理想はやがて崩れたが、彼女が象徴した沈黙の政治はベルサイユ体制の精神的基盤として長く残った。彼女の死後、王妃像は変化し、政治的発言や文化的影響を持つ女性が宮廷に現れた。だが、その始まりの前にいたマリー・テレーズの沈黙こそ、制度を完成させた最後の静かな均衡だった。彼女の存在は、近世ヨーロッパにおける権力と信仰の結節点を示し、外交婚という装置の限界を静かに証明していた。沈黙をもって政治を支えた王妃の姿は、今日においても権力を動かす無言の理性として再考される価値を持ち続けている。最後までご視聴いただき、ありがとうございます。なるほどと感じていただけたら、チャンネル登録やコメントで、これからもぜひご一緒ください。それでは、また次の物語でお会いしましょう。ご視聴ありがとうございました。よろしければチャンネル登録、高評価お願いいたします。